皆さんこんにちは、青ゆいです。本日は後ろにあるソニーの新しいカメラ α7-5 を開封していきたいと思います。そしてカメラと合わせて保護シートも購入したので、こちらも貼っていきたいと思います。楽しみ。もうこちらのね α7-5 に関しては先行レビューの動画でもたっぷりと解説はしています。なので今回の動画ではなぜ購入したのか、そして今私が持ってるカメラいくつかあるんですけど、この α7-5 はどのような位置づけで使っていくのか、2つを整理してお話ししていこうと思います。そして動画の最後では重大発表もありますので、ぜひ今日だけはスキップせずにご覧いただきたいなと思います。それではこちらの箱開封していきます。楽しみ。もうね、この先行レビュー動画の中ではスペック的なところをたくさん語っています。なのでスペックについて知りたい方はぜひそちらをご覧ください。あとね、その動画の中では α7-4 との比較っていうのも行っていますので、そこについて気になる方もぜひその動画をご覧ください。はい。ということで開封していきます。はい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 。バッテリーですね。で、あとはストラップが入ってたりします。まあね、これまでの私が持っている α7 シリーズだったり α7C シリーズとも同じバッテリーを使っているので、使い回しができるっていうのはすごくいいなと思いますね。はいはいはい。かっこいいね。この開封の瞬間ってめちゃくちゃテンション上がりますよね。ただちょっとね、モニターを傷つける前にこちらモニターの保護ガラスシートを貼っていきたいと思います。はい、モニターの保護シート貼り終えました。かっこいい。電池も入れましょうか。はい、もう先行レビューの時にいっぱい触ってはいるんですけど、やっぱり自分のものってなるとね、さらにやっぱ愛着が湧きますよね。最高ですね。かっこいいし持ちやすい、フィット感がすごいですね。はい、じゃあ本題のね、なんで買ったかっていうところからお話ししていこうと思います。超シンプルに言うと、先行レビューで使わせていただいた時にめちゃくちゃいいカメラだなって、心からね、このカメラ良すぎるでしょっていうのを実感したので購入しましたっていうところが正直なところであり、すごくシンプルな理由かなとは思うんですけど、ただそのいいカメラだなっていうそのいいの部分がね、めちゃくちゃレベルが高くて、カメラってやっぱり安い買い物じゃないので、購入する時ってすごく慎重になりたいじゃないですか。なんですけど、なんかね、もう本当に使った瞬間に、あ、これ買いたいわってね、ビビッときたんですよ。その理由をね、この後に話していこうと思っていますが、とにかく触ったらね、絶対欲しくなるカメラだと思います。これまでね、本当にいろんなカメラ使ってきたんですけど、前提として完璧なカメラってないと思っていたんですよ。やっぱりどんなにいいカメラでもどこかしらね、欠点があると、そういうふうに思っていたんですよ。例えば性能めちゃくちゃいいけどちょっと重さがネックだよねとか、性能めっちゃいいけど色味がねちょっと足らないなって思ったりとか、コンパクトなんだけど連写性能は少し劣るとかなんですけど、正直ね、この α7-5 ってほぼ完璧に近いカメラだなと思ってしまいました。いやー、頑張って欠点を探しても見つからないというか、ほぼ完璧だなと思っちゃいましたね。それくらいいろんな機能が詰め込まれてるんですよ。ここまでやるのかっていうくらい、そのスペックに関してはこちらの動画でお話ししてるので、ぜひね、見ていただきたいポイントたくさん詰まっているんですけど、今日はね、ちょっとこのカメラのキャッチコピーについてもお話ししていこうと思います。皆さん、このカメラのキャッチコピーって知っていますか？そうです。このカメラのキャッチコピーは塗り替えろというものになっています。まあね、本当にそのキャッチコピー納得というか、
また一つ時代が塗り替わってしまいそうな、そんな怖ささえも感じるような驚異的なカメラだなと思います。ちなみにね、この α7-5 っていうのはこちらにある α7-4 の後継機種となっています。なのでね、少しねちょっとここから α7-4 についてもお話ししていきたいなと思っています。このね α7-4 っていうのは私が初めて購入したフルサイズ機のミラーレスカメラとなっています。なのでね、めちゃくちゃ思い出深いというか、もう常にずっとそばにいてくれた、そんな存在となっています。そんな α7-4 の後継機種ですからね、もうその時点でね5はねずっと待っていたカメラだったんですよ。だからね、私にとってやっぱりこの1台が今出てくれたっていうのはすごく大きなことなんですね。じゃあね、この α7-4 ってどんなカメラなのかっていうと、写真も動画も撮れる、何不自由なく使える、とてもねバランスのいいカメラなんですよ。ただね、一つだけ、本当に一つだけ引っかかっていた部分がありまして、それがですね、写真の時の色味の部分ですね。もう一段ちょっと階調が欲しいなとか、色がもう少し安定してくれたらなっていうのがありました。というのもですね、今ねここにはねないソニーの機材の話にはなるんですけど、どうしてもねやっぱ ZV-1、E10、そして α7-4 って写真機として使うには若干色がね物足りないというか、そして安定しないっていうね思いがずっとあって、一時期ねどうしてもカメラや写真にはまれなくて、カメラから距離を置いていた時期があったんです。理由は先ほどもお伝えしましたが、ソニーの色味にどうしてもはまれなかったからなんです。そして結果的にね、この α7-4 はね、私の中では写真機というよりは動画機として大活躍してくれるカメラとして存在し続けていました。もうね、動画は最高なんですよ。どんな撮影の時も私のそばにいてくれた大事なカメラです。少しね、専門的なお話をすると、α7-4 は静止画の撮影時にダイナミックレンジが15ストップとなっています。あとね、オートホワイトバランスに AI が搭載されていないんですよ。なので従来のホワイトバランスの調整の仕方を行っていたんですね。なので色がねやっぱりどうしてもわずかに安定しきらない場面が多かったんです。なんですけどね、今回の α7-5 ではそこがね大幅に改善されています。なんでかっていうと AI のプロセッシングユニットが搭載されたことによって、オートホワイトバランスが AI の学習によって調整してくれるシステムとなったんです。なので非常にね色が安定したり、光の色味を正確に捉えてくれたりだとか、色かぶりを抑えてくれたりっていう、もうねその色味の部分のグレードアップを見てしまうと、ちょっとねやっぱ α7-5 最強なんじゃないかなと思ってしまいますね。そんなわけでAI が搭載されたことによって色味がすごく安定し、被写体本来の質感だったり色を素直に表現してくれるカメラとなりました。そこで写真を撮っていて一番大きく変わったなと思ったポイントはですね、仕上げの部分です。もっと言うとレタッチですね。写真を撮った後にレタッチをすることがあるんですけど、やっぱりねその時にねほとんどレタッチを加えなくても完成しているっていうね、そんな印象がありました。これって結構階調が豊かなカメラにありがちな現象なんですけど、なんかねいじりたくなくなるんですよ。もう元から素材だったり被写体に本来の色味を忠実に再現してくれるので、もうね後からいろんな色味を無駄に加えたくない、そんな感じの印象があります。なのでそのレタッチの部分っていうところはすごくねいろんなカメラ使っていますが、いいなと思ったポイントですね。この α7-5 を購入した理由っていうのはいくつかあるんですけど、やっぱりそのね色味の部分が私にとってはね一番やっぱり大きなポイントかなと思います。撮ってて楽しいんですよ、すごく。今ね撮ってて楽しいというお話をしたと思うんですけど、他にもね撮ってて楽しいなと思うポイントがあるんですよ。それはねモニターの大きさと綺麗さです。今回3.2 型の 209.5 万ドットとなっています。もうね撮ってる時にやっぱりモニター綺麗だとテンション上がりませんか？モニターが綺麗なだけで正直ね写真を撮る枚数ってかなり増えると思うんですよ。たかがモニター、されどモニターなんですね。今回ねそこねほんとこだわってくれたっていうのは、写真という成果物だけじゃなくて撮る間の楽しさも追求してくれたソニーさんの思いっていうのをねすごく感じますね。正直な話をすると
もうね、このモニターが綺麗なだけでこの α7-4 を選ぶ理由として一つ成り立ってしまう。それくらい大きなポイントだと思います。あとはね、連写周りですかね。私結構野鳥を撮ったりだとか動物撮影をするので、そのね、最大の連写枚数が今回30コマとなってるんですよ。この α7C2 だったり α7-4 っていうのは10コマだったのに対して今回ね30コマいけるっていうところと、あとね、プリキャプチャー機能がついてるんですよ。シャッターを切る最大1秒前まで遡って記録してくれる。このね、動く被写体を撮影する人にとってすごくね、メリット感じる部分が入っていて、そこもこのカメラの良さだなと思いました。はい。じゃあね、私今 E1 と C2 と7-4、そして7-5とソニーのカメラ4つ持ってるんですけど、それぞれの住み分けはどのようにしていくのかっていうお話をしていこうと思います。この E1 に関しては私がね、主催となって開催しているコミュニティがあるんですけど、そのコミュニティで毎週行われているライブ配信の中で主に使うカメラとして存在しています。そしてこの α7-4 はですね、私の写真活動の様子を記録してくれるカメラとして存在し続けると思います。こちらのカメラは気軽に持ち出すカメラとして使っていきたいなと思います。こちらの動画の中では C2 はコンパクトな運用をしていきますというお話をしたんですけど、そうはいえどだんだんね、レンズが少しずつ大きくなっていきましてですね、こんな大きなものだったりとか、あとは望遠の 400-800mm をつけたりもしていたんですけど、この C2 はね、当初の予定通り小さめのコンパクト系のレンズを装着して身軽に持ち出すカメラとして、使っていきたいなと思っています。あとね、この α7C2 はですね、私にとってすごく大切なカメラなんです。っていうのも冒頭でお話しした通り、私には一度カメラを諦めた時期っていうのがありました。どうしても色味の迷子になってしまって、ソニーで写真撮るの難しいなって思ってしまったんですね。そこで一度カメラから離れて、久々にこのカメラいいかもって思ったカメラがこのニコン ZF-C だったんです。理由は単純です。簡単にいい色味が出せたから。色味で苦戦してた時に色味がいいカメラに出会ったんですよ。本当に素直に素材の色、本来の色を出してくれて、光の色っていうのも正確に捉えてくれる。そんな ZF-C に出会って改めて写真っていいなって思ったんですよ。で、そこからね、ZF だったり Z9 を購入してニコンのね、素晴らしい色味にはまっていくわけです。とはいえね、この写真活動を行っていく間も私の撮影する様子だったり撮影風景を撮ってくれてたのはこの α7-4 でした。なので写真では一回諦めてたんですけど、ずっとソニーは使っていたんですね。なのでどうしてもやっぱりソニーでもう一回写真を撮りたい、そんな思いでいたんです。そのね、ソニーでの写真の機会を再び与えてくれたカメラっていうのがこの α7C2 なんです。なのでね、このカメラは私にとってすごく大切なカメラでありますし、今後も大切にしていきたいカメラとなっていますので、ずっと手元には残しておきたいですし、気軽にね、持ち出す用として使っていきたいなと思っています。そもそもね、α7C2 で再びソニーに私が戻ってきた理由、それはですね、2つほどありまして。まず1つ目が、ソニーの色味に苦戦していたかつての自分を救いたいということ。あともう1つはですね、私のようにソニーの色味に苦戦して一度カメラを諦めた人にもう一度カメラを手にしてほしい。そんな思いで再びソニー機を使い始めたんです。そんな中でね、この α7-5 が出て色味の部分だったりとか光の安定性、正確性が増したっていうところを見ると、私はね、本気でソニーが時代を変えに来たなと、そういう風に思いました。α7-5 を一言で表現するならば、時代を塗り替える新時代のカメラだと思います。私がやりたかったソニーを諦めた人、一度カメラを手放した人を再びカメラの世界へ
っていう夢を一緒に叶えてくれる、そんなカメラだと思いました。そしてこのカメラに本気で未来を託したいなと心から思います。今回の動画ではこの α7-5 の購入理由、そして α7-5 の位置づけ、どんなポジションでどんな思いで使っていきたいかについてお話ししました。それでは最後になりますが、重大発表をしていきたいと思います。それはですね、私の初個展開催のお知らせです。詳細に関してはこれから各種 SNS でもお話ししていこうと思っていますが、今回はまずね、この個展がどんな個展なのかっていうのを少しお話ししたいと思います。今回の私の初めての個展はですね、これまで使ってきたカメラ、もちろん α7-5 も含めた私の写真っていうのを展示しようと思っています。なのでね、本当に ZFC から ZF、Z9、そして C2、α7-5 と全てのカメラで撮った写真をお届けします。普段の YouTube の中では写真と、そしてその写真を撮ってる様子セットでお見せしてるかなと思うんですけど、今回の個展はですね、もちろん写真だけの展示になりますので、普段よりさらに写真に集中できる展示となっています。なのでね、ただの個展ではなくて、青ゆいのこれまでと、そしてこれからの歴史が詰まった個展となっています。私はね、これまでに新時代の写真家になると宣言してきましたが、本気でそう思っています。その新しい時代にこの α7-5 に出会えたということはとても大きなことだと思っています。なのでね、これからもこの機材たちと共に私はさらに駆け抜けたいと思います。普段はね、写真活動の一環として SNS での写真の発信を行っていますが、この3日間はその空間でギャラリーで私のこれまでと、そしてこれからについて発信したいと思っています。写真っていいですよね。カメラって本当に素敵ですよね。もう一度お伝えしますが、これはただの個展ではありません。私の人生を変えてくれたカメラたちと共に行う個展です。では本日の動画はこの辺りで終了となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また個展だったり次の動画でお会いしましょう。